はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。私はユーノと申すものでございます。今回は、ロイ講座ですね、やっていこうと思います。今作ですね、全員参戦ということでですね、結構昔スマブラやってたんだという方ですとかね、今作から始めてみたっていう方も多いと思いますのでね、今作ロイ結構人気っぽいので、皆さんにですね、ちょっとでも貢献できるじゃないですけども、ロイをもっと好きになってほしいという気持ちを込めてね、この動画を、作らさせていただきました。じゃあまず、お品書きじゃないですけど、目次ですね、見ていこうと思います。まず一つ目にロイの特徴ですね、短所長所の方をちょっと軽く触れさせていただいて、2番目に各技の解説ですね。一つずつ技を取り上げていってですね、それについて解説をしていこうと思います。そして3番目最後ですね、立ち回りとコンボ。ワンオンワンを戦っていく中で、どういう風に相手に近づいて攻撃をしたりするのかだとか、コンボですね、織り交ぜながら説明をしていこうと思っております。では前置きはこのぐらいにしておいてね、早速始めていこうと思います。よろしくお願いいたします。はい、まずはこのキャラの特徴ですね、長所と短所をちょっとまとめてみました。ご覧のようにですね、長所も短所も両方あるっていう感じのキャラになってくるんですけども、まず長所の方から話しましょうか。まず空中地上ともに機動力が高い。これはですね、まあもう触ってみたらわかると思うんですけど、すっごい足が速いんですよね。足が速くて、ステップもすごい速いんですよね。なのでですね、かなり地上のね、機動力が高いので、地上での駆け引きっていうのがすごい得意なんですよね。で、まあ空中も落下速度が速いので、素早く動けると。そして2つ目、コンボ火力ですね。もう一発攻撃を当ててしまえばですね、高火力のコンボが当てることができるので、かなり火力が高いんですね。これなんでこんなコンボがつながるかっていうと、もうやっぱり空中攻撃の着地隙が本当にないんですよね。なんでもうすぐ着地しちゃって、そこから空中攻撃を一発当てたらもう一発空中攻撃も、もう一発空中攻撃と当てることができるのでですね、本当に火力がいいです。そしてバースト力ですね。これはもうトップクラスと言ってもいいでしょう。今作はね、ゲームスピードが上がって攻めも強くなってんでね、やっぱりこの懐に入る力っていうのはかなり強化されていますので、先ほどのコンボ火力といい、ロイの性能に非常に合っていますよね。そして4つ目ですね。剣の根本の判定が強くなったっていうんですね。これもかなり大きいです。まあね、剣というよりも、もはやもう腕で戦ってるんですよね。まあ剣というより、拳と書いて剣キャラとも言われてるんですけども、根本のね、判定がかなり強くなっていると言えますよね。次、バーストタックの多さ、これですね。バーストの技なんですけども、各種スマッシュ、各種空中攻撃、上強と横強、横必殺技のマベコン横派生、そして140% から 150% から上必殺のブレイザー、で、160、70までいくと上投げが入るので、本当にバーストタク非常に多いです。はい、これもやっぱり強さの一つになりますよね。そして最後、崖際の攻防が得意。これなんですね。みんな結構初心者の方はね、そこまで崖際がどうとか、なかなかつかみにくいと思うんですけども、崖際本当に得意なんですよね、ロイっていうのは。各種空中攻撃の発生がそこそこ早いんで、その場上がりには空中ニュートラルとか横強とか、横強当ててしまえばね、バーストなんでね、強いですよね。その場回避を入れられたとしても、マベコンを合わしときゃ当たっちゃうとか、ジャンプ上がりには上スマッシュとか当てることができるので、非常に強いですよね。さあ続いて短所の方説明していこうと思います。まず一つ目、コンボ耐性の低さですね。やっぱりこのキャラですね、落下速度が非常に速いんですよね。なんでですね、上に逃げるっていうのは結構難しくなってきます。お手玉にされるっていうのが多いんですよね。フォックスの上強だとか、あれが一番わかりやすいかなと思いますよね。それでまた、暴れ技もあまりないんですよね。このコンボの拒否をするのがちょっと難しくなってきます。最速でも空上の5フレームですね。でこの5フレームっていうのも、空上を振り出した前の剣の判定が出るのが5フレームなんで、それでもやっぱり暴れは弱いっていう感じですよね。次、2番目。
先端が弱すぎる。これね、前作からずっとそうなんですけども、崖際にいる 150% のマリオでも横スマでバーストしません。それぐらい弱いんですよね。それ以外の技もそれ以上にですね、バーストもしないですし、ダメージも低くて、相手の硬直もあまりなかったりするので、お相手さんの間合い管理がうまいとですね、ちょっとバーストが難しくなってきます。低いパーセントの時にはですね、一気に振り展開になってしまう場面も多々ありますね。半角がある場合もあります。続いて3番目。つかみのリーチが短い。これがですね、大変なことでして、つかみ自体のリーチっていうのは本当に短いんですよね。これはロイだけじゃなくて、ルキナとか、あの辺りのキャラも結構短かったと思います。密着してても、相手の姿勢によってつかめないことっていうのがあるんですね、このキャラ。短すぎて。そこはちょっと、開発陣の方にね、ちょっと直していただきたいなというところではあるんですけども、それも含めてかなりリーチが短いっていうのは大きな弱点になりますよね。4番目、復帰力が低い。これもそうなんですよね。ウェビーの距離が短いんですよね。で、他にも復帰技がないと。で、結構しんどいですよね。実はですね、前作よりもこれ復帰力弱くなってるんですよね。なんでかっていうと、ウェビーがただ単に距離が短くなったというのと、ちょっとね、ウェビーの復帰がちょっと難しくなったんですよね。少し高度を合わせなくちゃいけなくなったんですよね。で、やっぱりこの復帰力っていうのはね、かなり低いので、空中ジャンプですね。崖側に出された時の空中ジャンプは、他のキャラよりも一層温存するように、使うのにはかなり気をつけて使うようにしてくださいね。5つ目、飛び道具がない。剣キャラなんで基本的に飛び道具がないんですけども、弾幕キャラ、リンクだとか、リヒター、シモン・リヒターに結構難しい、近づくことが難しいので、反射技もないっていうのもあって結構しんどいですね。飛び道具がないっていうのは。で、最後、対空技に乏しい。上に強い判定を持つ技っていうのがあまりないので、空前もそこまで発生も、マルスやルキナは発生早くて結構対空に使えるんですけども、ロイはあんまりっていう感じなので、こちら側の対策としては、先にジャンプしてきた相手を上強やらで潰していくのが基地かなという感じですね。で、最後なんですけども、この長所と短所を見たときにですね、やっぱりですね、長所の方が短所を打ち消すほど強いです。なんで、全体的には優秀と言えるキャラなんじゃないかなというところですね。キャラランクでも結構強キャラの部類に入っていますね。とある某有名ピチュー使いの方は中堅に置いてたですかね、最近ね。単キャラだと難しい場面っていうのは確かにあるんですよね。結構不利なキャラっていうのはいますよね。以上が特徴になりますかね。では次はですね、各技の解説に行こうと思います。さてでは各技解説の方を始めていきましょう。まずは弱攻撃になりますね。こちらですね。シュッと一発だけ剣を下から振り上げる技になりますね。この技はですね、密着時に使う技になりますね。しっかり密着して根元を当ててコンボの指導に当てていくと。この技はですね、最初から最後までコンボが存在しますね。例えば、このパーセントだったら、弱からの空中ニュートラルですね。やっぱり振るにはやっぱりこの空中ニュートラルが一番いいかなという感じですかね。これは当てればしっかりダメージソースになる優秀な技になりますね。はい、続いて横強になりますね。この技ですね。足を一歩前に出して上からブンと振り下ろす技になりますね。この技でですね、そこまでコンボにつながる技ではありませんが、終盤に強力なバースト技になります。根本当てでしっかりと当てることでバーストにつながる技ですね。発生も早くてですね、使い勝手がいいという技になりますね。この技はですね、崖際に 90% でもうバーストが狙えちゃいます。100を超えていたらほぼ確実にバーストができます。ずらし、ベク変関係なくおそらく入る技ですね。マリオなら。それぐらい非常に強力な技ですね。で、この技、非常に強い使い方、テクニックっていうのがあるんですね。これなんですけども、何が違うのかは
後半で最後のトピックでお話ししようと思っていますので、最後までご覧になってください。さて、続いて上強攻撃になります。先ほどの横強とほぼ同じような技になりますね。横強を上方向に振ったようなバージョンといいますか、そういう技になりますね。この技はですね、後ろの方に判定が強い技になってますね。前で当ててもですね、近くても先端のカス当たりになってしまいます。でも裏だったらしっかりと当たってくれるという技になっております。裏当てが強いという技ですね。で、この技使いどころはですね、小ジャンプを潰すとかですかね。トレーニングモード中ではですね、大ジャンプになるんですけども、例えば小ジャンプの高さでいたりとか、小ジャンプしてくる相手に当てていくと。多少の対空技といいますか、そういう感じになりますかね。多少の対空技ってなんだよ。はい、次下強攻撃になります。この技はですね、地上の技では一番リーチの長い技になりますね。この技はですね、根本で、結構パーセントの高い時に根本で当てると、ダウンが取れるんですね。ダウンが取れたら、こうやって横強を入れたりだとか、そういうことができますね。わかりやすく言うと、有利な状況に持っていくことができるっていう技になりますね。これ復帰阻止にも使えたりとかして、こう相手が捕まってて、無敵が切れた時にちょんとやったりとか、復帰でですね、頭に出ている時にこうちょんとやってやると、そのままガキが追撃できてしまうので、結構優秀な技だったりしますね。さあ、どんどん行きましょう。お次は空中攻撃に入ります。空中ニュートラル攻撃。これですね。これもですね、リーチが非常に長い技になってますよね。でですね、この技。2回当てると結構な火力になってですね、コンボにもつながるという非常に優秀な技ですね。先ほど言った、通りですね、着地隙がないので、コンボにつながっていくと、そういう技になっています。あとですね、この技、結構あんま使う人いない印象なんですけども、復帰阻止に結構いいんですよね。技の持続、2段当てなので、判定も強いので、こうやって崖側にですね、空中ジャンプ消費してしまうんですが、こうやって空中ニュートラルを合わせてやるのもいいかなという技になりますね。続いて空中前ですね。空前になります。この技はですね、マルスやルキナと違って、ちょっと発生が遅めな攻撃になります。ちょっとこう、上に上げる動作が見えると思うんですけども、ちょっと発生遅めです。ですが、リーチがそこそこある技になってますね。しっかり腕を伸ばしてくれるので、しっかり当たってくれるという技になりますね。この技はですね、後隙と着地隙が全然ないんですね。なんで、コンボパーツとして非常に優秀な技になっております。例えば、空前からだったら、いろんな技が入りますね。マーベラスコンビネーションだとか、こうやって空中ニュートラルとか、入っちゃいますね。で、また追撃に空前も入るという技ですね。崖外の追撃にも非常に使える技になりますよね。こうやって出した相手に空前を入れてやるという感じでですね、追撃にも優秀な技になっております。さあ、続いて空中後ろ攻撃になりますね。空語と呼ばれる技になります。この技が非常にこのキャラ優秀になりますね。なんて言ったってバースト力ですよね。例えばですね、多分 100% やったらいくんじゃないかな。いっちゃいますね。強いんです。非常にバースト力の高い技になってますね。そして発生が非常に早い。空前と違って発生が早くて、あと隙がちょっと長めという技になってますね。今作はですね、この密着状態でジャンプ空語入れてやると根元でヒットしてくれるんですね。これもね、強くてですね、このようにバーストしてしまうという技ですね。チビキャラ、ピチューとかちょっと当たらないんですけども、これが強いんですよね。こうやってジャンプで出せるということは、ガーキャンの空語も出せるということですね。こうやって、こうやって当てることができますね。で、この技対空にも使えますよね。ジャンプしている相手に、こう、追撃じゃないですけど、迎撃することができるんですね。非常に強いでしょ、この技。どんどん振っていってください。あとはですね、空中上攻撃もこれね、相性がいいんですよね。このパーセントでも
空語が入りますし、低パーセントからこのようにコンボがつながりますし、非常にいい技になってますよね。さあ続いて空中上攻撃いきましょう。この技ですね、非常に発生の早い、先ほど言った通り発生の早い技になってて、着地隙も全然ないという、このようにご覧のようにどんどんブンブン振っていけるという技になりますね。でこの技は空中にいる相手をですね、追いかけて追撃というか攻撃していくことができる技になりますね。こうやってジャンプして追いかけて、こうジャンプで逃げた相手をこうやって追撃していくこともできますね。で高いパーセントの時でしたら十分なバースト技になります。120% ぐらいで浮かせて、もう一度空上でバーストしちゃうとか、そういうことができる技になってきますね。でこの技はですね、コンボにつながることができます。先ほど言った通り空中攻撃、後ろとか空後ですね、当てることもできますし、空上から空上とか当てることができますので、非常に強い技になってますよね。基本ですね、この技は裏当てすることが大事になってきますね。こうやって後ろを向いている状態でブンと後ろに振り下ろしているところを当てるという技になりますね。ちょっとね、この技はですね、前が非常に弱いので、前では使わないんですけど、裏当てが非常に強い技になってますよね。さあ、最後の空中攻撃になりますね。空下になりますね。この技はですね、根本にメテオ判定がある技になりますね。発生は遅いんですけども、当てればメテオにつながるという技になりますね。早期バーストを狙ったりだとか、いわゆる見せプレイですねに使える技になりますかね。それは解説としてどうなんだ。こうやってメテオ判定がある技になりますよね。実は繋がってるんですね。右見ていただける通り、連続ヒット数が空上から繋がったりする場合もあります。ただしですね、この技先端を当ててしまうと、こうやって上に中途半端に浮いてしまうんですよね。これが非常にですね、崖外とか結構展開が悪くなってしまいます。こちらが不利な展開になるんですね。気をつけていただきたい点ではありますね。さあ続いて投げに行きましょうかね。つかみと投げですね。掴んで下投げ、前投げ、上投げ、後ろ投げとありますね。先ほど言った通りですね、空中攻撃をブンブン振っていてですね、ガードを張らしたところを掴みに行くというのがいいかなと思いますね。で、ロイを使う上でですね、投げ技なんですけども、下投げを中心に扱っていく立ち回りになりますね。やっぱりですね、この下投げっていうのはしっかり浮かすことができるのでですね、追撃コンボになったりとかですね、非常に優秀な投げになってますね。でですね、でも他の投げ方も、投げの方向も使うんですけども、パーセント的にはですね、9割程度が下投げ、8% ぐらいが前投げ、4% が上投げ、1% が後ろ投げという感じになりますね。9割ほど下投げになるんですよ。これは先ほど言った通り追撃になると。で、前投げなんですけども、崖際でこうガード張ってる相手に追い出すという目的ですね。こうやって追撃もで入ったりするので、振ったりしますね。なので 8% ぐらいですかね。で、上投げはですね、高パーセント時、バースト技になります。マリオだったら 200% ですね。これはですね、後半のほかほか補正という仕様があるんですけども、それだったらもうちょっと低いパーセントでバーストが狙えますね。で、後ろ投げはほぼほぼ使わないです。1% あるかないかというぐらいなんですが、どうしても崖側に出したいときに、こうやって後ろ投げ使うこともなくはないです。ご覧のようにですね、150% でもこの吹っ飛び用なんで、あまり使わないという感じですかね。さあ次、必殺技に入ります。ニュートラル B、エクスプロージョンですね。この技はですね、ため技になりますよね。こうやってためて、離した時にボンと打つと。この技はですね、最大ためでしたら、0% の終点中央にいるマリオを撃墜できるほどのパワーを持っています。ご覧の通りですね。0% で撃墜できるということは、シールドブレイクさえしてしまえばですね、0% からバースト
確定ということになりますよね。で、この技ですね、真骨頂を発揮するのがですね、崖際なんですよね。ここで待ってるだけでプレッシャーになります。これはもうやってる人はですね、わかるっていう感じだと思うんですけども、溜めて待つだけでプレッシャーを与えられるという。で、今回は振り向けるので、こうやってね、回避上がりをした相手に当てることができるという技になりますよね。で、これですね、崖下に実は、ちょっと攻撃判定があるんですよね。なんで、頭が出てる、崖つかまりの時に頭が出ている相手だとか、復帰中頭が出ている相手に当てると追撃ができるという感じになりますね。こういう風に無敵が捕まって、無敵がない敵にこうやってボーンと当てられるという技になってますね。で、この技ですね、空打ができます。空打がわからない方はちょっと調べていただきたいんですけども、こうやって、見たらわかるんですけども、こうやって感性をキュッと変えることができるんで、奇襲なんかちょっとフェイントにかけられることができますね。後隙がないので非常に空打練習してみるといいかもしれませんね。後隙がないのでかなりノーリスクに増えるんですね。これもこの技の強さと言えますよね。さあ次行きましょう。横火マーベラスコンビネーションですね。通称マベコンと略される技になりますね。こうやって横に振ると、横に4段振るという技になりますね。連打すればもうつながりますよね。で、この技ですね、横派生の根本のですね、バースト力が実は狂ってるんですよね。いっちゃうんですね、これで。もうちょっと低くてもいけるかな。なんですよ。80でいっちゃうんですよ、この技。70でもいっちゃうわ。70でもいきます。バグってるんですよね、バースト力。それに加えて、下派生の火力もバグってます。27% と、非常に強力な技になってますよね。この技気をつけていただきたいのがですね、低パーセント時、0% だとなかなかちょっとつながらない場面が多くなってしまいますね。ずらしとか、相手のずらしとかにですね、よってですね、当たらない場合があるので、序盤は使うのにはちょっと慎重に使っていただけるといいかと思います。で、この技、ずっと技を振り続けているので、回避をしている相手とかにね、こうやって、擦り続けるといつか当たってくれるので、それもいいですよね。ただですね、この技、ちょっと発生が遅くなっています。8フレームと。あとはこれですね、後隙もですね、スマッシュ並みに後隙があります。ご覧の通り。ずっと今シールドを押したんですけども、こんだけシールドを貼るのに時間がかかるという感じになっているんですね。なんで、ちょっとこれを最終段まで出すときは気をつけてほしいですね。ガードされたらちょっと止めて、2段目で止めて逃げたりとかするといいと思います。で、この技、先ほどの、エクスプロージョンですね。同じように空打が効きます。うまくできるとこんなことができたりとかしますよね。非常に小回りの利く技にもなりますね。さあ続いてウェビーですね。ブレイザー。この技は復帰技ですね。こうやって復帰して使うと。はい、結構これ実は火力あるんですよね。前段当てると 20% という火力になるので結構、ガーキャン行動に使うといいかもしれないですね。地上から出すとですね、140から 150% でバーストが可能になります。こんな感じで吹っ飛んでいくという感じですね。で、技の出だしにですね、実は無敵、アーマーがあります。無敵だったらこれトレモで見れるんですけども、これ、青くなった部分ですね。これが無敵の状態なんですけども、これが何フレームか続いて上に飛んでいくという技になりますね。なんで結構暴れにも使えるという技になりますね。結構使える技になるのが反転ブレーザーですね。ここで反転することができるんですけども、これちょっと練習しておくといいかもしれないですね。ウェビーを入力した後、すぐに後ろにスティックを傾けてやると
反転してくれます。さあ続いて下必殺技カウンターになりますね。こうやって点滅している間に攻撃を当てさせるとカウンターを打てるという技になりますね。でこの技はですね、復帰阻止に結構重要な技になりますね。こうやって出して攻撃判定がある相手にこうやってカウンターを合わせてやると復帰阻止ができてしまうという技になりますね。あとはですね、これ浮かされている時にカウンターをして、これが着地狩りの拒否になるので、これも使いますね。なんですけども、やっぱり後隙が多いんですよね。このように。結構長いので、使い時には十分注意をしてくださいね。次行きましょう。横スマッシュですね。この技非常に強力ですね。根本は破格です。破格のバースト力を誇ります。ベクトル変更なしだったらこの技ですね。55とかでいっちゃうんですよね、マリオだったら。しっかりずらしをしても70から80でバーストできます。この技振っていくことで当てれば早期バーストも狙えるという感じですね。で、おすすめの単発での使い方というのは、相手がですね、こうやって攻撃振ってきた時に、引いてですね、スマッシュ。引いてスマッシュ。これが強いですね。相手の着地隙に横スマッシュを当てていくという使い方が強いかなと思いますね。次、上スマッシュですね。技の出だしにですね、実は巻き込みの判定があるんですね。こうやって下にいる相手を巻き込んで上スマを当てるという技になってますね。ただ判定はそんなに強くないんで、密着している時だけに使うようにしてくださいね。こうやってね。で、この技はガードキャンセルでできるので、ガードしてそのまま上スマッシュを入力してやると出てくれますので、ガードからキャンセルして出せることも覚えておいてください。小ジャンプで様子見している相手にこうやって滑って上スマが出せるので、下に潜り込んで上スマッシュを当てるといいと思います。次、下スマッシュですね。この技はですね、1段目の発生がかなり早いです。このようにね。ですが、2段目の方がよく飛びます。このようにですね、2段目の方がよく飛ぶんですが、2段目はそこまで飛ばないという技になっているんですね。ただですね、この技ですね、今作はあんまり使わないかなという感じですね。崖つかまりの相手にこうやって下で待っている敵に対してこうやって合わせるっていうのはあるんですけども、他の技がね、いかんせん非常に強力なので、そこまで使わないなという感じにはなりますけどね。はい、以上が各技の解説になります。かなり時間を要してしまいましたね。30分ほどかかってしまっていますが、最後ではですね、立ち回りとコンボ見ていこうと思います。はい、これも、実際に操作しながら説明していこうと思います。よろしくお願いいたします。いよいよ最後のトピックになりますね。基本の立ち回りとコンボになります。このキャラを1試合通じてですね、戦っていく中でどうやって立ち回っていけばいいのか、基本的なコンボの方をね、皆さんにお教えできればと思います。ではまず全体的なこのキャラの立ち回りを教えていこうと思います。このキャラの強みは根本にあるので、しっかり懐に入って根元を当てていくという立ち回りになってくると思います。ですがね、やっぱり攻めすぎるっていうのもあまり良くないですね。向こうのガードや回避がね、多くなってきて、自分の攻撃が当たらなくなってくるっていうことが出てきますので、たまにはね、引いて相手を引きつけて迎撃をしていくことも大事になってきますよね。このキャラ、ステップがかなり優秀です。最初の長所でも言った通りですね、ステップがかなり速いので、間合い管理に使っていってみてください。引いてみたり、距離を詰めてみたりしてみてください。しかしですね、ステップをね、何も考えずにするのは本当に良くないです。なぜかというと、ステップ中、ガードができないので、このようにですね、ガードができません。ステップ中はガードが張れないので、何も考えずにやっているとね、そこに攻撃を入れられた時にガードができないので、しっかり相手の出方を見ながらステップをすること。これが大事ですね。最後に、この空中ニュートラルと空舞ですね。これどんどん使っていってください。リーチ優秀なコンボ指導技です。初心者の方は当てたらとりあえずこれ追撃に行ってみてください。しっかり追撃に行って火力を取ることを優先して立ち回ってみてください。はい、続いてなんですけども、このゲームですね、
体の小さいキャラっていうのはね、結構大変だと思うんですよ。やっぱりこのロイというキャラはね、頭身が高いので、なかなか小さいキャラに攻撃を当てるのは難しいと思います。で、その中でも空中ニュートラルですね、これ当たんないんですよね、なかなか。1段目結構高いジャンプから降るね、空中ニュートラルっていうのはそこまで強くないんです。その場合は空前を増やしてみてください。空前から指導していくことを大事に考えてください。全体的にはこういう指導になりますかね。次はですね、序盤、中盤、終盤とですね、3つの場面に分けて立ち回りをお教えしていこうと思います。はい、まず序盤の立ち回り教えていこうと思います。まずですね、やっぱり先ほど言った通り、空中ニュートラルと空前を積極的に差し込んでいってみてください。当てたらコンボをつなげて火力を取っていくということが大事ですね。じゃあここで序盤のコンボの方、教えてしていこうと思います。まず空中ニュートラルの運びですね。これはもう空中ニュートラルをどんどんつなげていくだけです。これだけで 44%、45% ですね、火力が取れます。次、空中ニュートラルからマベコンですね。これだけで 40%。これはもう初心者におすすめですね。まず空中ニュートラルを当ててマベコンするだけですからね。非常に入力は簡単だと思います。これは空前でも構いません。空中ニュートラルがですね、ちょっと前進しながら難しいので、空中前を当てたらマベコン。とりあえず振ってみるのもいいと思います。そして近接時ですね。これ弱振ってみてください。先ほど言った通り弱は近接でしっかりコンボ指導になる技になりますね。当たればつかみですね。0% からならつかみ。もしくは空中ニュートラルなんかもいいですね。これをしっかり当てていくことを考えてください。もう弱からですね、マベコンがつながる場合もあるので、振ってみてもいいと思います。よく当たりやすいのはクラウドとか重量級キャラですね。これはもう結構な確率で当たってくれます。空中攻撃振ってくるとガードが増えてくるので、つかみを入れてくると。これも先ほどお話しした通りですね。0% からですとね、小ジャン空母からコンボがいろいろつながります。例えば 0% からだと、こんなことができています。10% からだとね、横強なんか入りますので、あとは、マーベラスコンビネーションですね。これも当たります。さあ、続いて中盤ですね。ある程度コンボをして、4、50% ぐらいですね。溜まった時のロイの立ち回りを見ていこうと思います。まずですね、空中ニュートラルと空前は相変わらず出すイメージで持ってもらって構わないです。まだまだね、差し込みに使える技になりますね。コンボこそなくなるんですけども、やっぱり差し込みには十分強力な技になるので、どんどん使ってもらって構わないです。先ほど言っていた弱の割合、これをちょっと増やしてみてください。弱から結構増えるコンボがあります。空中ニュートラルも、これは相変わらずなんですけども、空上なんかも繋がったりしますし、空前も根元で当てることができます。で、次に下強ですね。これもいいと思います。これがですね、低いベクトルで飛んでいって、ダウンを取れるので、そこから強攻撃を当てたりだとか、マベコンを当てたりとかできますので、非常に優秀な技になってきます。あとリーチもあるんでね、単純に牽制技としても使うことができますね。で、次なんですけども、崖際の展開が増えてきます。各技の吹っ飛びが増えるので、崖外に持っていく場面が増えてきます。その場合はですね、しっかりですね、追撃をしていって、相手に崖を登らせない立ち回り、これをしっかり取って、ターンを継続していくように心がけてください。さあ、ここまで序盤中盤のお話をしてきましたが、何か一つ忘れていることあると思います。この技ですね。空中へ攻撃。ロイス界の方はですね、こいつ空へ忘れてるでやんすと思っている方もいると思いますが、今からその説明をさせていただこうと思います。でロイというキャラですね、慣れてきて VIP マッチまでね、行きたいなと、もっと上を目指したいなという方は、空へどんどん取り入れていってください。序盤中盤ですね、当ては本当に頼りになる
攻撃になります。先ほど言った通りですね、裏当てすること意識してみてください。前に根元は判定がほとんどないんでね、そこはしっかり注意して出すようにしてください。終盤ですね、わざと前で先端当てて横スマなんか当てたりすることができるんですけども、序盤中盤は裏当てを意識すること大事ですね。空中への出し方なんですけども、相手を攻撃を透かして当てるっていうのが主な動きになってきますかね。ジャンプをしていて着地すると見せかけて、相手が攻撃を振ってきたところ、つかみを振ってきたところに空上を叩き込むということですね。これをね当てるとね、本当に火力が稼げるので、しっかり狙ってみてください。ではですね、先ほど話していた空上なんですけども、ちょっとやべえコンボたちを紹介していきましょう。でも最初に簡単なコンボから教えましょうかね。まず空上から空後。これはもう簡単ですね。空上を出した後、小ジャンプで空後を出すと。それだけです。で、今作はですね、いつでも小ジャンプ攻撃っていうのができて、ジャンプと A ボタン同時押しで小ジャンプ空後ができるので、それを使ってみるのもいいと思います。で、次はですね、空上からのマベコンですね。これもつながります。おすすめは上シフトですね。これだけで 30% といい火力を取ることができますね。これは上がおすすめです。下も入るんですけども、ちょっとタイミングが難しい感じになってきますね。で、僕ぐらいになってくるとですね、こんなコンボもできたりしちゃいます。はい、では終盤の立ち回りについて教えていこうと思います。まず最初に押さえておくべき点は、バースト手段ですよね。これをしっかり覚えておいてください。スマッシュ。各種スマッシュですね。あと、空中攻撃、特に空後。上強下強、マベコン、上必殺技ブレイザーですね。これをしっかり覚えておいてください。でですね、どのようにしてバーストまで持っていく展開にするかという話ですね。まずは、空中ニュートラル空前。これはもういつも通り出してもらって構わないです。で、終盤はやっぱり、吹っ飛ばしが強くなるので、崖側に出すことができるので、しっかり復帰阻止をしていってください。先ほど言ったカウンターを使うのもありですね。そして、下強。これも中盤同様使っていってください。横強とかね。横スマッシュとか。これちょっと先端になりましたけども、根元だったらもう、これで終わってしまうのでね。あとはマベコンもいいと思いますね。これでいっちゃいます。はい。で、あとは空上の追撃。先ほどあったように、空上の追撃をして、バーストまで持っていくこと。これも大事になってきますね。そして、上強ですね。困ったら上強振ってみるのもいいと思います。いわゆるぶっぱですね。ぶっぱで、もうバーストしちゃう。そしてですね、ここでですね、ちょっと難しくなってくる話なんですけども、空中ニュートラル1段止めというテクニックがありましてですね、空中ニュートラルが2段技なんですけども、1段目がですね、うまい具合に浮いてくれるんですよね。これ止めると。そこをうまく利用してですね、横強を入れたりとか、スマッシュだとか、ブレイザー。このあたり使ってみるといいと思います。1段目、空上の1段止めの出し方、ちょっと教えておきますね。ロイが小ジャンプをしていますよね。そこで頂点、一番上まで来て、降りてきたところに A ボタンを押してやる。そうすると、ちょうど1段止めができます。こういう感じですね。で、急降下しておくと、これね、着地が速くなるので、半角が取られづらいんですよね。すぐに強攻撃やらスマッシュを出すことができるので、慣れてきたらですね、急降下入れてみてください。先ほどですね、角技解説の時に横強でちょっとしたテクニックがあると言いましたね。それをお教えします。ダッシュ反転キャンセルの横強ですね。いわゆる滑り横強とも言われている技になります。これがですね、ロイのバーストタクの生命線の一つになります。すぐに強攻撃をダッシュから距離を詰めて出すことができるんですね。で、
ダッシュキャンセル横強でも全然いいんですけども、先ほど言った滑り横強を使うと、もっと相手の懐に入り込んで打つことができるんですね。先ほどのダッシュキャンセル横強と比べると前に進んでいるのが分かりますかね。ちょっと分かりやすく編集したものを見せたいと思います。こちらですね。はい、じゃあ見ていきましょう。上が普通のダッシュ横強、下が滑り横強になりますね。はい、ご覧のように滑っているのが分かりますね。4分の1倍速で見てみましょう。ご覧の通り、よく下が滑っているのが分かると思います。すごく前に滑ることができるんですよね。これが非常にいいんですよね。ちゃんと根元に当てることができる強力な技になります。で、この出し方なんですけども、C スティックをスマッシュ攻撃から強攻撃にしなければなりません。C スマッシュでもですね、滑りスマッシュというものはできるんですけども、ロイは強攻撃絶対にした方がいいと思います。回避を読んで、その先に置いたりだとか、相手の技の後隙にですね、差し込んでやったりするのがいいと思います。さあ、続いて、弱空語ですね。これです。これがガチのマジの生命線です。バカ強いです。割と低いパーセントからバーストができます。崖際でしたらね、90代だったら全然いくんじゃないかな。ご覧の通りです。この強力さです。しかも高いパーセントでも大ジャンプを使ってしまえば入っちゃいます。まあ180ぐらいが限界になりますかね。でですね、反転空母がこれ必要になってくるんですけども、これちょっと難しいんですよね。簡易入力というものがあるみたいなんですけど、僕は全くしていません。ダッシュして反転して、反転空母を Y ボタンでジャンプして空母を出す。この手順でしかやっていません。これちょっとね、デフォルトというか、裏技なしでやってもらえると、だいぶね、強いと思います。なぜなら、大ジャンプが簡易入力だとなかなか難しいからですね。そこはですね、しっかり大ジャンプを使えるようにですね、デフォルトのコマンドで練習をするようにお願いいたしますね。はい、続きまして、弱マベコンになりますね。これもですね、おかしいです。弱から小ジャンプをしてマベコンをすると 68% です。バーストしちゃいましたね。これがやばいんですよね。かなり低いパーセントからバーストが期待できるという非常に強力な技となっております。ただですね、これはあまりお勧めしていないんですよね。なぜかというと、弱体化される危険性が非常に高いからです。空母なんかでも全然こう、弱体化されるかもしれない技ですので、まあでも練習して損はないと思います。そしてお次ですね、崖奪い空母と崖奪いニュートラル B、エクスプロージョンですね。これもしっかりできるとだいぶ楽になります。崖奪いというのはダッシュしてそのまま崖に降りることができるんですね。捕まった状態で。これがね、結構難しいんですけども、やっておくといいと思います。はい、ファルコンにしてきました。ファルコンだとかなり崖奪い空母しやすいと思います。まず崖側に出して、こういう感じですね。コツはですね、相手が崖を捕まった瞬間に崖を掴み返す。これですね、しっかりタイミングを合わせないとなかなか難しいです。崖奪いをした時に崖を離すんですね。崖を離すのはスティックを下入力か横入力で離すことができます。こうやってね。して離したら空中ジャンプを消費して空母を放つという感じですね。でですね、崖奪いをするとですね、お相手さんもう一度崖を掴んだ時無敵がなくなるんですよね。崖を掴んだ後も、ね、そこにですね、先ほど言ってたように下にも攻撃判定があるニュートラル B を当ててやると吹っ飛んでいくので、それも使ってみるといいと思います。 180% ぐらいになってきたら上投げも視野に入れてください。ちょっとファルコン重いんで200ぐらいかなでバーストしますね。で160、120とか150ぐらいな140ぐらいになったらブレイザー狙ってみてもいいと思います。さて長々と解説してきましたが、
ここでまとめをしていこうと思います。ロイの立ち回りのまとめですね。まずしっかりですね、攻めること大事になってきます。攻めて相手のガードを誘って掴みで崩して火力を取ると。間合い完了して空中ニュートラルや空中前攻撃で火力を取ってパーセントを稼ぎ、高いパーセントになってきたらバースト力のある技たちを当てていくこと。これが大事になってきます。これだけでロイは勝てます。うまくいったらね。皆さんいかがだったでしょうか。ガチ勢ロイ使い必勝ロイ講座ですね。これで全ての話題を話させていただきました。気づけば45分という超長い動画になってしまいましたが、皆さんここまでお付き合いいただきありがとうございました。ぜひですね、これからもですね、このゲーム、ダイナットスマッシュブラザーズスペシャルの方をですね、触ってロイというキャラをですね、十分堪能していただけたらと思います。リップマッチの解説実況動画、ぜひね、チャンネル登録をしてご覧になってみてください。Twitter の方もやっております。その中から質問箱も設けておりますので、そこから質問していただいても構わないですし、動画から質問の方していただいても構わないです。生放送の方もしておりますので、ぜひそちらもベルボタン、通知ボタンの方をオンにして、いつでも来ていただけるとありがたいです。さあ、ではこの辺で終わりにしたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。